皆さん、メリークリスマス。すっかり冬らしくなりましたね。本日は手こすり耳こすりをやりながらお送りしております。なんだそれという方にご説明いたします。これはその名の通り手と耳をこするという行為です。私が収監されていた刑務所の冬場の作業前の朝礼で寒さ対策として30秒ほど手と耳をこすって暖を取ることが許されます。正直申しまして、こんなものは何の効果もありませんが、いい年したおっさんどもが数十人、一斉に手と耳をこする姿は圧巻です。というか、切ないです。ちなみにこれは、やりたくない人がやらなくてもいいです。あんまり意味ないですからね。さて本日はクリスマスということですので、クリスマスのメニューをご紹介いたします。刑務所の食事というのは、四季折々のイベントを取り入れたものが多くあります。刑務所側のせめてもの優しさとでも言うのでしょうか。そんなわけで、クリスマスディナーとしゃり込みましょう。今回はなんと、特別食もつきます。材料です。今日も梅7、麦3のシャリを炊きます。今日はちょっと違います。鶏肉を切ります。筋切りをします。ニンニクのライブ感。生姜もすりおろします。胡椒を少々。醤油を少々。日本酒です。よーく揉みしだいてください。じゃがいもの皮を剥ってます。じゃがいもはちょっと小さめに切ります。続きましてチーズを切ります。半分は5ミリ角ぐらいの大きさにしておきます。もう半分はさらに小さめの角切りにしておきます。ベーコンを切っておきます。先ほど切ったじゃがいもを柔らかくなるまでしっかり茹でます。茹で上がったら先ほど切った細かい方のチーズを入れます。そしてたらこのとマヨネーズを入れます。よーくかき混ぜてください。たらもサラダです。次はブロッコリーとパプリカを茹でます。粗熱が取れたら大きめの方のチーズを入れ、イタリアンドレッシングで和えます。クリスマスカラーのブロッコリーサラダです。
バターという名のマーガリンを入れ、ミックスベジタブル、先ほど切ったベーコン、一緒に炒めます。大きい塊がなかなか溶けません。出来上がりです。そして炊けたご飯にこの炒めたミックスベジタブルを混ぜます。ピラフ風バクチャイの完成です。美味しそうですね。先ほど味をつけた鶏肉に小麦粉、そして片栗粉をまぶします。メニューではフライドチキンとなっていましたが、どう見ても唐揚げです。油で揚げましょう。大きいのでなかなか火が通らないので苦労しました。カラッと揚がりました。美味しそうです。盛り付けましょう。フライドチキンという名の唐揚げ、タラモサラダ、ブロッコリーとパプリカとチーズのクリスマスカラーのサラダ、完成です。はいとー。ロールケーキと三ツ矢サイダーが支給されます。姿勢を正していただきます。かくして侵入訓練工場での生活、そして5人のおっさんの共同生活が始まるわけですが、思えば我々5人の同居人が出会ったのもクリスマスのシーズンでございました。シャバはクリスマス一色、世間はさぞ浮かれていたことでしょう。これから始まるであろう辛く厳しい生活に不安を抱き、怯えながら侵入訓練工場での生活とクリスマスを迎えることとなるのでした。初日、右も左もわからぬまま刑務官の怒号に促され、侵入訓練工場へ連れてこられました。そして矢継ぎ早にあれやこれやとルールを叩き込まれました。やれ服の畳み方だの、やれ手紙や書類の書き方だの、身体検査のやり方だの、覚えることだらけです。刑務官の親父は四六時中叫んでるし、衛生係と呼ばれる親父の使い魔的受刑者はいちいち上げ足取ってきてムカつくし、初日という緊張もあってか、みんな精神的にも肉体的にもクタクタになりました。最後に風呂に入り部屋に戻るわけですが、風呂では服の畳み方が正しいか、服を置く位置は正しいか、親父がチェックし、ダメな人は
入浴中でも容赦なく呼び出され、正しく畳み直すように指導されます。私も、ロッカーの縁と服の縁が揃っておらず、シャンプー中に呼び出され、泡まみれで指導を受けました。そして、ロッカーの縁と服の端との間にできていた隙間を指摘され、その隙間はお前の心の隙間だ、とよくわからない説教を受けました。なんだかんだでやっと部屋に戻りましたが、みんなぐったりでした。わがままじじいの D さんは初日から心が折れておりました。行きたくない、コロナにかかりたい、などなど聞かされて、みんなうんざりしていました。他のメンバーも精神的にやられてはいましたが、頑張って乗り切ろうと励まし合っておりました。夕食を食べ、自由時間になると、おのおの自己紹介をしました。どこの施設から来たのか、刑期はどれくらいか、罪名、出身地など、差し障りなければ事件の詳細なども語りました。就寝時間までたくさん語り合い、まるで修学旅行の夜みたいになっていました。そして、布団の上に座っていた D さんと、襟が立っていた僕がめちゃくちゃ怒られ、一日が終わります。寝る前に、駐車名人の A さんのおやすみなさいの掛け声で、みんなでおやすみなさいと昭和して床に着きました。さて、今回はこの辺にしたいと思います。次回も新入訓練工場での生活と5人の愉快な仲間たちについてお話ししたいと思います。刑務所の中であれ流行んなかったんか、コロナ。めっちゃ流行りましたよ。あんだんか。俺入ってた部屋で2人コロナあったけど、俺ともう1人のやつ全然かかんなくて、工場でもコロナやって工場停止したりもしてましたし、ラッキーみたいな旅や。なりました。でも新入訓練工場ってあるっつうじゃないですか。最初全部刑務所の動き方とか、規律を叩き込む訓練があるんですけど、それが3週間あるんですよ。それが俺らコロナ流行ったせいで1ヶ月くらい伸びなんですよ。もうすげえみんなあれでしたよ。訓練が厳しすぎて、もうなんでコロナとかかかってんだろクソ野郎とかって話になって。コロナなってるやつらはどういんの、この間。隔離病棟みたいなやつあるんですよ。まだでもこの当時のコロナって今のコロナより強かった時代だよね。そうですね。俺の隣で工場で働いてるやつも急にちょっと調子悪いんで親父に行ってきますっつって、調べたらコロナでしたっつってそいつは俺の別の部屋だったんですけど、その部屋ごと全員コロナで全員隔離されたり。部屋ごとコロナなんだ。コロナになってました。我慢してたらしいですよ。なんか調子悪いな、それが災いして全員さうつったっていう。で、クソ野郎だってみんな言ってでもコロナになってるら寝れるだけだから逆に楽だね。いやだってその間、本当に布団かけて寝てなきゃいけないんですよ、トイレ行くぐらいで、余計なことしてダメなんですよ、調子いいくなったから本読んでとか絶対ダメなんですよ。本当に寝てるだけ。病気のやつらが本読んでるんじゃねえと。そうなんですよ。その間風呂も入れねえし、だから辛いんですよ。コロナ確かあの時10日間だっけか。あの頃でもう10日ぐらい縮まってましたね。だよじゃあ、まあそういう感じでおやつなんですけど、基本的に祝日旗日には必ず特別食、昼飯の時におやつが配布されるんですよ。最初行った刑務所は昼に配布されたやつをその日の夕食後までに全部食われるんですよ。で没収されんな。没収、残ってたら没収、もし隠してよ、もう中身を隠してよもんなら重罪ですからね次行った刑務所は、昼に配布されて、次の日の朝、結構空気があるんですよ。だからみんなちびちび味わってました。夜に寝っ転ばりながら食わんなかったわけ。そうですね。最初の刑務所はな、夜基本的に寝っ転がって物食ってダメなんですよ。食う時は布団をちゃんと畳んで、小机を出して、でもちゃんとテレビ見ながら食っていいんですよ。まだ入ってきて間もねえやつとかルールわかんなくて、たまたま土曜日が祝日だったんですよね。で土曜日の昼にあの時何だったかな、キャラメルコーンだったと思うんですけど、それ配布されて、
その日半分食って、残り明日日曜日だから食うべと思ったけど、日曜日の朝にゴミ出してくださいって言われて、まだ残ってるんですけど、ダメですって言われて、無理やり回収されて、月曜日めちゃくちゃ凹んでくるんですよ。どうしたんですか？キャラメルコーン半分以上取られました。つって、どういうことですか？つって。いや、日曜日に食べようと思って、それはダメですよ、みたいな感じになって。これ日曜日はだって日曜日で新しいの配布されんなべや。いや、あくまでも花火の時だけです。あんだんが。日曜日は、いわゆるただの休みの日なんで。だから出所したその日に最初にコンビニさ行って、あの時何買ったんっけ？めちゃくちゃおかしかったよ。俺カントリーマームとか、あとエクレアとかめっちゃ甘いものを買いましたね。だってもうカントリーマームとエクレアなんかこの一番いい一類サイダーとしたって変わんねえやつだべや。いや、カントリーマーム、そのカントリーマームの話聞いてたんですよ。一類で買えるってカントリーマームのチョコまみれってやつ。おお、それ聞いてきてしょうがなかったです。その話聞いて。うわーってなって、絶対買ってやると思って。で、エクレアとかも生菓子的なやつも買えたらしくて、一類の写真だってこれなんだっけ、刑務所から出たその日に一番最初コンビニさ行ったのが最初なんか。そうっすね。その前の電車とかで移動してた最中は行ってねえんか。そうっすね。感じですかってぐらいですよ。だってまず弁当とかラーメンとか食いで以前にカントリーマームともう甘いものエクレアの方さチ行くんか。ョコ食えがあったんですよ。これだけあれだべや。麻薬的なんべや、甘いものは。だからやれ、ブラックサンダーだ、やれカントリーマームだとかって聞いててもう羨望の眼差しですよ。さすが先輩違うっすねみたいな。いややっぱ一類いいっすねって。いやーとかってその一類のやつが、いやー何々食いすぎちゃって飯食えねえよとかって言うんですよ。マウント取ってくるんですよ。ちょっとみんなうわーいいっすねー、何こいつみたいな感じなんですよ。うわーいいなーってなるんですよ。大したことねえやつな。なんかもうほらもう頭おかしくなったんですよ。